こんにちは、トバログです。いやー、2023年ももうおしまいですね。早いですね。というわけで、毎年恒例なんですけど、今回もね、ベストバイ買ってよかったものをやっていこうと思います。毎回ね、暮らしの道具とガジェットで分けているので、今回も例に倣ってガジェット編という感じでお送りしようと思います。トバログね、今年もいろいろ購入しているので、ぜひ目次を見ながら飛び飛びで見ていってください。それとぜひ皆さんのベストバイガジェットは何だったのかもぜひコメントで教えてください。というわけで早速いってみましょう。はい、2023年ベストバイトップバッターとしてはやはりこちらですね。 iPhone 15 Pro、月並みといえばね月並みだし、結構みんなベストバイに入れてるんじゃないかなとは思うんですけど、個人的にはここ数年の iPhone の中で一番買ってよかった iPhone となっています。いやこれね、普通の iPhone というかスマホとして使うのであればもう iPhone 11とか iPhone 12ぐらいから普通にね何の問題もなく使えてた印象なんですけど、15に関してはこれ今までできなかった Vlog が、そのままね iPhone 単体でできるようになったっていう点で、個人的にはねそこがブレイクスルーでしたね。今までも iPhone とかスマートフォンで Vlog を撮るっていうのを結構やってきて、小さいカメラとか GoPro みたいなのとかいろいろね試してきたんですけども、結局やっぱりね使いたくなっちゃうのはこうやってね自分を撮っているカメラだったりするんですよね。でVlog 撮るためにこう持ち出す時にね、でかいカメラを持つのもなっていうので仕方なく使ってる節があったんですけども、 iPhone 15 Pro に関してはカメラよりもね個人的には色の乗せ方とかVlog を撮った時にすごい綺麗に自己表現という、自己表現っていうねほどの Vlog は撮ってないんですけども、すごい好きな雰囲気に仕上がるので、そういう意味でもかなりね、カメラ機としては iPhone 使いたいってなるぐらい本当に、iPhone 15 Pro のカメラはすごい良かったなと思ってます。っていうのも iPhone 15 Pro だとこれまでね iPhone とかではできなかったログ収録っていうのができるんですね。ログ収録っていうのはちょっとね普通の色味よりも淡い形式で撮影しておいて、でその後にダヴィンチリゾルブとかそういうね動画編集ソフトで色を自分で載せて好きなスタイルにしていくみたいな、なんというかね写真の加工をインスタで行うみたいな、それのもう少しちょっとプロフェッショナル版みたいなのがあって、それをね使えるようになってるんですよね。で結構トバログも色を自分で載せるのが好きで、こういう雰囲気にね仕上げたいとかいうのがあったりするので、それをね本当にこのサイズ感と軽さと結構なバッテリー持ちと、カメラもね当然123そして表に4つついていて、それでねこのサイズ感軽量さそしていい感じの動画が撮れるっていう点で本当にね良かったなと思っています。どういう風に使ってるのかっていうと、ここにねアクションボタンっていうのが新しく追加されたので、これを押すとすぐにね、こうやってカメラが起動するようになっています。でカメラはね標準でログ撮影するとめちゃくちゃ容量大きくなっちゃうので、僕はこのダヴィンチリゾルブのカメラブラックマジックカメラっていうのを使っていて、ここでねプロレゾ LT っていう形式で、普段ログ収録をしているっていう感じですね。で普段はね SIM カードとか入れてなくて、本当に動画撮影専用の端末として使っているわけなんですけど、普段こうやってポケットに入れておいて、動画撮りたいってなったらすぐ取り出してこうやって動画を撮るっていう、このね機動性の高さもすごいいいですよね。多分ねログで収録して色をダヴィンチで載せたいとかそういうね用途がなければ13でも12でもそこまでね出てくる動画としては変わらないとは思うんですけど、個人的にそういうねしやすさみたいな、よりね iPhone がプロフェッショナルな撮影機材となっていくっていうところが結構嬉しくて、これはねベストバイ入りしています。ちなみに利用用途がかなりタフな Vlog 仕様なので、結構ね丈夫な iPhone ケースをこうやって装着しています。ペリカンっていうメーカーのやつを使ってます。 4.8 メートルから落としても壊れないそうです。はい、ベストバイ2023、続いてはこちらの Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドホンです。バング&オルフセンっていうデンマークのね音響機器メーカーが出しているベオプレイ H95 っていうタイプのヘッドホンです。これは本当にね良かったですね。ベストバイの上半期でも紹介しているんですが、本当にデザイン性もねミニマルなスタイルだし、このグレーとシルバーのね
このアルミニウムの感じとかがすごいいいなっていうところで、自分のね誕生日プレゼントとして購入したものですね。はい、じゃあ実際にね装着するとこんな感じですね。意外とね見た目ほど重厚感があるっていうよりかは割とコンパクトな感じでまとまるイメージだと思うんですけど、こんな感じのミニマルなスタイルの装着感になっています。スーツに合わせてもコートに合わせてもすごいいい感じのデザインかなっていうところで、個人的にはこれはベストバイ入りさせたいアイテムの一つです。ミニマルでかっこいいヘッドホンもねいろんなメーカーが出していて、何にするかっていうのは結構迷いどころがあったんですけど、最終的にこのバンガンドオルフセンの H95 にした理由としてはやっぱりこの、見た目とカラーリングの雰囲気が一番かっこいいなと思ったからです。こんな感じで、ここもね本革の牛のね本革が使われていて、ここでちょうどね、外側に向けた時に耐久性が一応ちゃんとあったりとか、あとこのヘアライン加工というか、なんかねこの光を当てた時の光沢の鈍い感じの光沢とかが、そういうところがすごいかっこいいなと思ったんですよね。であとねこれちょっと取れやすいんでいつも気をつけながら着脱してるんですけど、ここもラムスキンという羊の皮が使われていて、すごい柔らかい素材感で耳を包み込んでくれるところとか、そういうねデザイン性の雰囲気がすごいなんか自分の持ち物たちと合わせた時にもいい感じだなっていうのがあって、見た目のデザイン的にやっぱり一番重要視したかったところですかね。でもちろん見た目のデザイン性だけじゃなくて機能性的なところもすごい心地よくて、これ何の意味があるのか僕はあんまり分かってないんですけども、ここのねハウジング部分はなんとチタンでできているそうです。最近の iPhone と同じですね。でこの中のハウジングとかその音を作る部分に関しても、H95 っていうモデルは他のモデルよりもねかなり音圧というか音の広がりとか響きの感じが全然違かったんですよね。もともとバング&オルフセンのヘッドホンに関してはずっと使ってきたんですけど、これは本当にこう装着して沈み返って音楽を聴いてみると、すごいボーカルの息遣いの音とか、そういうなんかね弦を弾く音だったりピアノの音だったりとかがすごいパーンってこの辺の中心にねすごいちゃんと聞こえてくるっていうのがあって、この音の感じめっちゃいいと思って、そのデザイン性と音質、そういうね両方の点からこれを購入した感じですね。でここのねダイヤルを回すとこのノイズキャンセリングの強弱が選べたりとか、あと完全にオフにしてかつ外から外音取り込みモードをオンにするっていう機能もついていて、割と日常的にも普通に使いやすい、なんか高級メーカーが作るヘッドホンなのに日常的にもすごい使いやすいっていう、そういうところがねすごい気に入ってるポイントですね。はい、続いてのベストバイノミネートアイテムはこちらですね。ちゃんとメタクエスト3、これはね本当に買ってよかったアイテムです。何に使っているかっていうと、完全にね PC のモニター代わりとして使っています。いろいろなところでね紹介してるんで、前にも動画紹介してるんで見てほしいんですけども、これをねこうやって撮影して、こういう手元にあるね PC とかと接続をすると、目の前に何もない状態のように見えても、自分にはね3画面ぐらいの大きなね画面が出てきていて、その中で動画編集をしたりとか、メモをしたり調べ物をしたりっていうのができるんですよね。このね2年ぐらい何が最適かっていうのをねいろいろ模索しつつ、なかなか使いづらいなとか思いながら途中でねやめちゃったりした期間もあったんですけども、メタクエスト3は本当にね、価格の割にかなり高性能高解像度だし、しかもね、レンズの性能も結構高くて、この中からね見ても文字がすごい見やすいんですよ。他のね、VR ゴーグルとかだと周辺が歪んで文字が見づらいとか、そういうね、スイートスポットが少ないみたいな現象があったりするんですけども、メタクエスト3は、本当に VR で作業してみたい人にとってはねかなり最初の選択肢としてもいいし最高だと思います。
で VR 作業実用的みたいな動画を撮ると実際本当にしてないでしょみたいな、そういうの最初だけなんじゃないのって言われるんですけど、意外とね僕の場合はこのメタクエスト3で、こうやってかぶって作業するのに結構ね慣れていて、割と本当にオーストラリアに来て今2ヶ月ぐらいなんですけど、ほぼね毎日というかちゃんとした作業をするときは基本的に今はこれで作業しているっていう感じですね。でちょっとしたなんかメールをチェックしたりとかながら作業するみたいな時とかは PC のね画面、ノート PC の画面を見ながら作業するんですけど、がっつり没入して仕事をするぞっていう時はだいたいこれを使っています。もうそろそろねこれに関してもね感想をまとめていきたいところですね。従来だったらね複数の画面を用いて作業したいってなったら、本当に PC の他に、モニターも必要だし、首のね角度的にもモニターはあった方がいいっていう感じだったんですけど、個人的には割とこれがモニター代わりとしてかなり優秀なので、そういう意味でも、本当にベストバイ入りっていう感じですね。正直なところ今現在としてはまだやっぱり重たいし結構ね大きめなので、なんかモニターね別途あるのであればモニターの方が楽っちゃ楽かなとは思うんですけど、そういうね場所とか時間の制限もなくこうやって大型モニターがすぐに使えるっていうのはかなり熱いので、将来的にはやっぱりこっちの方に進んでいく未来なんじゃないかなと思ってます。はい、2023年ベストバイ続いてはこちらですね。ソニーのミラーレス一眼カメラα6700、これはすごい買ってよかったなとなんだかんだ思っています。ちょっと前にね、動画で撮っていて、フルサイズと比較するとやっぱり暗所の性能がなとか、動画を撮るときにノイズの乗る感じがちょっと気になるんだよなっていうのは言ってたんですけど、なんだかんだねこういう旅行とかに来て動画を撮ったり写真を撮ったりってなると軽さと小ささは正義だったりするので、このねクオリティ、この性能でこのサイズ感とコンパクトさっていうところがやっぱりねすごい魅力的なカメラですよね。ボディのねサイズ感と、重さに関してはほとんどねフルサイズの α7C2 とね変わらないぐらいのレベルだったりするんですけども、 APS-C 用の軽くてコンパクトだけど高性能なねレンズが結構揃ってるっていう点が、そこも含めて α6700 いいところなのかなっていうのを、使っていくうちにすごい感じています。これは今シグマの 1850mm のレンズを装着してるんですけども、標準ズームぐらいの感じで F2.8 でこのサイズ感とコンパクトさでこうやってねいつでも持ち歩いて、カシャッとこうねぶら下げてこう取り出せて撮影できるっていうこのね感じがすごいいいですね。どうしてもね α7C2 を含めてフルサイズ用ってなると、本体はねコンパクトだけど割とレンズが大きくなっていったりしちゃうんですよね。ちっちゃいレンズも最近かなり出てきてはいると思うんですけど、それでもね、APS-C レンズの方が軽かったりとか、性能的にね無理のない設計がされていたりもするので、そういう点でもすごいね使いやすい選びやすいカメラなのかなと思っています。でかつねオートフォーカスがめちゃくちゃ速いので、これでねカチッと合わせて子供に焦点を当ててパシャッとねすぐ、子供がどこにいてもピント合わせてくれるっていうそのね感じもすごい家族カメラとして使いやすいかなと思っています。でレンズ自体もそんなに高くないし、ボディもね高いっちゃ高いけどフルサイズと比べたら結構マシな金額なので、そういうねバランスがすごいいいなっていうところで今回ベストバイ入りしています。正直ね最初予定してたのはこういうねカメラをこっちにね取り替えてこれでね一つサブカメラとして使おうかなと思ってたんですけど、やっぱり動画編集に関してはちょっとねこの辺のノイズとかそういうところがね気になっちゃうところだったりもするので、動画機は完全にこの iPhone がすごいこっちの方がねノイズ感が少なくね撮影できたりするので、基本的に Vlog はもう完全にこっちっていう感じにしていて、で写真撮ったり子供の写真とか、ちょっとね遠くの絵が欲しいみたいな時はこのね、α6700 を持ち歩くっていうこのねスタイルで意外と落ち着く感じですね。これはね実際に使って自分でも驚いた変化の一つです。というわけで α6700 買ってよかったです。
はい、というわけで続いては、オーストラリアには持ってきてないんですけど GPD Win4 は今年結構買ってよかったなと思うガジェットの一つですね。ゲームとかをねさすがにオーストラリアでしないだろうなと思って持ってこなかったんですけど、ちょっとね持ってこなかったことを後悔しています。はい、GPD Win4 はこのねサイズ感筐体ながらも結構高性能な、Windows PC となっていて、これね面白いのがガシャッとスライドするとここにねキーボードが出てくるんですよね。本当に指でポチポチ押すブラックベリータイプのキーボードで、ブラックベリーほど凸がないので押しづらさは結構あるんですけど、それでもね物理キーボードを搭載していて、こうやってゲームのチャットをしたりとか、メールの返信ほどね長いのはちょっと面倒くさいんですけども SNS の返信とかそういうのができるのが魅力のね、ガジェットっていう感じですね。実際にゲームやるときはどうなのかっていうところで言うと、僕はそこまでゲームをやる方ではなかったんですけど、試しにねホグワーツレガシーとか、あとモンスターハンターとかダウンロードしてやってみたところ、結構びっくりするぐらいねサクサクで、しかもディスプレイのねこの解像感とかもちゃんと綺麗な感じでゲームができて、これ PS ビータのなんか次の互換機じゃねみたいな、 PS ビータの後継機じゃねみたいな感覚が自分の感じでありましたね。結構ヌルヌルサクサクゲームが遊べて、これは結構すごいびっくりしましたね。であと見た目のねゲーム機感もすごいいいんですけど、すごい面白いのがこれ後ろにね SIM カードが刺さるモジュールが別売りで売ってるんですよ。でそれをガシャッとタイプ C ポートに挿すと、普通になんか携帯ゲーム機として Wi-Fi を介さずにね普通にセルラーモデルみたいな感じで使えるので、そういう点でこのセーブデータのねオートセーブのやり取りとかを、外出先でもねしやすいっていう点が結構、その辺もね良かったなと思います。僕が購入したのが 32GB の2テラのモデルだったんですけど、結構ね高かったんですよね。当時20万円超えるぐらいで、なかなかだなと思ってたんですが、その後にね ASUS がかなり安くより高性能なねものを出してきていて、それで軒並みこのハンドヘルドデバイスの料金がバカッと下がったっていうのがあって、実際ね今購入すると多分10万円とかそのぐらいで買えるぐらいまで値下がりされちゃってますね。この辺はねちょっと残念ではあるんですけど、そんな感じで GPD Win4 は主にねゲームとか、あと外出先とかでねちょっと作業するように使っていた感じです。とねやりたいゲームとかもあったりするので、ちょっと持ってこないことを失敗したかなと思っているアイテムの一つです。というわけで一応ねベストバイ入りしています。はい、続いてのベストバイノミネートガジェットはこちらですね。やっぱりこの Galaxy Z Flip 5はすごくいい感じのガジェットです。個人的には2023年を象徴するガジェットの一つであります。Galaxy Z Flip 5って何がいいのかっていうと、まずやっぱりスマートフォンとして普段から持ち歩くアイテムなのに、このサイズ感で収まってくれるっていうコンパクトさですよね。さっきもね iPhone とか紹介しているんですけど、 iPhone とかはやっぱりこの大きさでポケットに入れて持ち運ばなきゃいけないので結構かさばるんですよ。結構かさばるんですけど、本当にGalaxy Z Flip 5単体だったらこれだけでねポケットに入れて持ち歩けるので、本当になんかスッとポケットに入るし、自転車に乗った時にもねなんか違和感なく落としにくいっていうところとか、そういうねところもポイントかなと思っています。これまでもね Galaxy Z Fold シリーズとかはね使ってきてはいたんですけども、 Galaxy Z Flip シリーズをね使うのは今回初めてだったんですね。なんですけど結構こうやって普段置いておいてこんな感じでね、時計が見れたり通知が見れたりみたいなのがすごいしやすいので、この感じとかがすごい可愛らしくて常にね手元に置いておきたくなるスマートフォンっていう感じですよね。でかつこうやって開くと、普通にスマートフォンとしても使えるし、でこのねディスプレイも発色が良くて普通に使える、当たり前なんですけど普通にねスマートフォンとして使えるっていうこの二面性みたいなところが魅力的かなと思っています。あとは結構着せ替えとかもできて、ここをね押したらこうやっていくつか自分の好きなようなこのテンプレートを作っておいて切り替えられたりっていう、そういうところもなんかいい感じな気がします。でオーストラリアよりもね
ね、日本にいる時の方がすごい恩恵感じてたんですけど、やっぱりねここにフェリカマークがついていて、お財布携帯がねそのまま使えるんですよね。なのでこの端末の中でチャージをして、そのままね、こうやって駅の改札とかでもピーってやったり、コンビニとかでもねこうやって支払いをしたりっていう、そういうのがね、これ1台だけポケットに忍ばせておけば最低限なんとかなるっていう安心感がなんかいいところですよね。他のスマートフォンにもそれは言えるところではあるんですけど、このね小さいコンパクトサイズで行えるっていう点がすごい可愛らしくて、個人的には気に入っているガジェットの一つです。というわけで、ベストバイ入り確定というわけですね。はい、2023年ベストバイノミネートアイテムとしては、このカメラではなくてこちらのレンズですね。ズミルックス 50mm の F1.4 のレンズが、これがすごい良かったです。まずはこんな感じの写真が撮れます。いやー、いいですね。この全体的にふわっとねボケ感がある中で、ピントがあった面だけポッとねちゃんとキリッと映し出されているような、この感じの描写ができる点が最高にかっこいいレンズだなと思っています。もともとねライカ M10 用のレンズとしては 35mm のズミクロンと、あと90mm のねエルマリートっていうのを使っていたんですけども、いわゆるカメラの標準レンズって呼ばれる 50mm に関してはこれだっていうのがねなかなか見つからなかったんですよね。いくつかこう試してきたんですけど、で何かいいのないかなっていろいろ見てたところ、ちょうどこの 50mm っていうね焦点距離のズミルックスの最新モデルが出たっていうタイミングだったので、それでね、予約注文して購入したっていうわけです。ズミルックスって結構ねライカユーザーからするとやっぱり一つはね手にしておきたいというか、いつかは手に入れたいレンズの一つだと思うんですけども、まさかこんなにも早くね手に入れられる機会があるとはっていうところですね。このレンズの特徴としては、今までのライカレンズとかだと真鍮でできていて結構ね重厚感があって重たかったんですけど、これはねアルミニウムでできています。アルミ筐体となっているので、若干ねこのボディとの合わせた時の色の違いとかが若干感じたりはするんですけども、それによってね 100g ほど、従来モデルより軽くなっている点が特徴ですね。基本的に今までの M 型ライカのレンズって焦点距離が一番短くて70センチだったんですよね。なのでちょっとテーブルフォトを撮ったりとか、ビールのね手に持ったまま写真を撮るとか、そういうのは難しかったんですけど、これからの時代というか、デジタル設計に合わせてグイッと最短45センチまで寄れるようになっています。50mm で45センチなので本当にかなりのところまでね寄れるようになってはいるんですけど、そういうところが特徴のレンズですね。で何よりねやっぱりシルバー筐体なので、この僕の自分で張り替えた革のこのライカ M10 と合わせてもすごくかっこいい佇まいになるっていうところがやっぱりね嬉しい点ですね。そして面白いのが、これ内蔵のフードが備わっていて、こうやってくるっと回すとフードがねグイッと出てくるんですよね。余談なんですけど、ここがねちょっとへこんじゃってるんですよね。形があるものなので仕方ないとはいえ、ちょっとね悲しさがあったりします。というわけで、これからもこのレンズを使って風景を撮ったりいろいろなものを撮っていきたいというわけで、ベストバイノミネートしております。はい、続いてのベストバイアイテムはこちらですね。結構意外に思われるかもしれないんですが、テンキーです。エポメーカーの TH21 っていうタイプの、有線でね接続するタイプのテンキーが見事ランクインしました。いや、これはね本当に動画撮影というか動画編集をする時にやっぱりね気持ちよくこのカチカチという打鍵感で本当に物理的にねカッカッカッってカットをしていく感覚がやみつきになる、テンキーですね。これについてはね詳
詳しく前に動画を撮っているんですけども、中のねキースイッチをちょっと特殊なものに切り替えています。もともとは茶軸系のねやつを購入して、こういう1箇所だけついてないんですけど、1箇所だけこのスコスコみたいな感じのやつで、全部ね同じ打鍵管だったんですが、中身を勇者工房で購入したジール PC っていうカナダのメーカーかな、カナダのメーカーのスイッチにね全部切り替えて、それでこの途中まで押し込むとガチッと一気にねこう物理的にザクって切れるような感覚のキースイッチに変えているっていうわけですね。もともとねこういう据え置き型の点キーはリアルフォースのものを使っていたんですが、リアルフォースのやつ打鍵感はいいんだけど、ちょっとね古すぎて規格がやっぱり USB Type-A だけだったりしてたんですよね。でそれでいろいろな PC で使う時に不便だなと思っていて、どうせならこの見た目が完全にこの HHKB の雪モデルと合わせても違和感のないようなね点キーが欲しいなと思っていて、それでこれを購入して、このスイッチとかその辺を違うものに入れ替えているっていうわけです。いや見た目のこのミニマルさもめちゃくちゃいいですよね。これがないとねやっぱり動画編集気持ちよく行えないっていうところで、今回ねオーストラリアにも持参して動画編集する時は基本的にこれでカチカチとやりながら編集しています。このエポメーカーの TH21 っていうキーボード点キーに関しては普通にね Amazon で購入することができます。僕が購入した時は確かね5000円以下だったんですけど、今は多分6000円とか6500円ぐらいで購入できる感じですね。もともとついているキーキャップも結構可愛らしいレトロフューチャーっぽい感じだったんですけど、もう少しねミニマル系なものがいいかなと思ってこちらにしています。やっぱり動画のねカット編集って何時間もこうやって拡大縮小とかしながらこうねカットして詰めてみたいなのを繰り返すので、できるだけ楽しい方がいいかなと思ってこちらにしたんですが、それがねものすごく良かったです。来年も引き続きこれを使っていこうと思います。というわけで今回のねベストバイにランクインしています。はい、続いてのベストバイ、結構地味めなアイテムではあるんですけども、個人的に良かったのはこちらですね。こちらは何かというと、これは動画撮影をする時用の照明です。コラボかなっていうメーカーの CL100X っていうタイプの、コンパクトな LED 照明ですね。これは本当に買ってよかったです。今までね結構大きめのキノコ型というか、1m×1m のテントみたいな形をした照明をいつもね部屋の天井からこう当てていたんですけども、それだと結構ね部屋の中で異物感というか大きめな感じになってしまうのと、あと結構ね電源アダプターがめちゃくちゃデカめで、これより普通に大きいような感じだったんですよね。それでもね自宅で使ってた時は良かったんですけど、あまりにもねオーストラリアに持ってくる撮影機材が大きくなりすぎるので、なんかいいのないかなっていうところで、モノグラフがちょうどねこの動画をアップしていて、これを購入してみたところめちゃくちゃ良かったっていうわけです。これ何がいいのかっていうと、まずこのコンパクトサイズですよね。このサイズ感、フットプリントとしては本当にカメラのフルサイズ用のね、レンズと同じぐらいのサイズ感なので、気軽にこういうオーストラリアとか旅先とかで持ち歩けるっていう点がやっぱり一番いいです。例えばねこういうタイプのカメラバッグにこうやってね仕切りをつければ、レンズと一緒にこういう風にね照明も持ち歩けるっていう、この手軽さがやっぱり魅力的ですよね。でかつこれすごいのが、よいしょ、ここにね見えると思うんですけど、 USB-C で給電ができるんですよね。結構こういうのってアダプター大きくなりがちなんですけど、 100W 給電のね、USB-C 用のねこういう充電器と 100W 給電に対応したケーブルさえあれば、本当にすごいコンパクトな状態で、これがねどこでも使えるっていう、その機動性の高さがやっぱり魅力的です。でかつすごくいいなって思うポイントは、こうやって色温度とかも調節できるところですね。ちょっと今ね 0% に明るさ設定してるんですけど、1% でもこんなに明るい感じになっていて、で今5900にね設定してるんですが、これをね、下げるとあったかいような色にすぐに変わったりとか、上げるとすごい白系の色になったりとか、自分のね好きな色の感じでこれで微調節ができるっていう、そこがやっぱり強いなと思います。
で今ね 1% に設定してるんですけど、これをねもっと明るくしたりもできるし、だいたい僕はね普段暑くなりすぎないように 80% とかで使ってるんですけど、10% とかにすると普通に部屋用の照明としてもね使えるぐらいの感じになるので、こうやってね部屋の中を照らすっていう使い方もできます一応。難点としてはここにね装着するフードの種類とかがあんまり多くなくて、本当に純正品とかで買うしかないような感じなんですけど、僕の場合はこの状態でもう天井とかにねバウンスさせて光を拡散させている感じなので、今のところはそんなに問題ないかなってところです。ちなみに普段は2頭これを使っていて、今ね1個明るいところに置いています。今どんな風に撮ってるのかっていうと、目の前のねこのカメラがあって、その上にこういう風に壁にねバウンスさせて照明を1個ともう1つをここにね置いてるって感じですね。完全に自然光は使ってなくて、基本的にはこの遮光カーテンでガードをしつつ、この人工の光だけで撮っているっていうわけです。はい、続いてのベストバイノミネートはやはりこちらですね。まだ動画で紹介していないんですけど、もうノミネートしちゃっております。 MacBook Pro M3 Pro のモデル、これがねやっぱりなんだかんだめちゃくちゃすごいいいですね。MacBook ね購入するの本当に久しぶりで、 M1MacBook Air ぶりで、本当にね MacBook Pro 自体はいつだろう、インテルモデルがね最後だったと思うんですけど、それぶりにね、M3 の MacBook Pro を使ってみる、 M3 Pro か M3 Pro の MacBook Pro を使うと想像以上に強くてびっくりしています。購入した理由とかはねちょっと後で動画にしていて撮っているので、ちょっと後で紹介したいんですけど、まず何がいいのかっていうと、やっぱりこのそんなに軽いってわけではないんだけど、この薄さ、このコンパクトさながらすごいパワフルな性能を持ち合わせているっていうところですね。この間のシドニーの旅行みたいなのも本当にこれだけで動画編集とかできるかなと思って持っていたんですけど、全く問題なく、しかもね VR 作業をしながらでも本当にパワーが有り余っていて、それがね強いなと思いました。まだね動画にしてないのでちょっと詳しくは伏せるんですけども、一応ねモデルとしては M3 Pro の上位モデルで、さらにね、メモリは 32GB の、あとストレージが 1TB のモデルを購入しています。一応ねメインとしては、Windows でしか動かないソフトも使ったりするので Windows がメインなんですけど、動画編集とかその辺のねパワーだけで言うと、あれこれそのレベルに匹敵するんじゃねっていうぐらいのねパワーで、本当に久しぶりの MacBook 驚いています。これ MacBook 全般に言える話なんですけど、何がいいっていうと、やっぱりね動画編集とかそういう重たい作業をする用途でも本当にバッテリーをね電源とかに接続しなくてもサクサクなんですよね。結構 Windows のマシンとかで GPU が強いものとかだと割と電源に接続しないとGPU 動いてくれなくて、サクサクね動画編集を外でできないとかがあって、結局ラップトップタイプ持っていても、電源がある場所でしかね使えないっていうのが悩みだったりするんですけど、 MacBook に関してはその辺のね制約がほとんどないというか全くなくて、本当に電源に接続せずにそのまま動画編集を進めて、でさらに書き出しまでもこのバッテリー内部で行えてしまうっていう、このねパワフルさがめちゃくちゃすごいなと思います。でしかもそれでいてスリープ状態にしていても全く熱くならないので、いつでもね電源に挿してちょっと出なきゃみたいな時にこうやって持ち出して、そのまま上がってちょっと車の中とかカフェとかで作業した後にまたすぐに閉めて持ち出してみたいな、そういうね機動性の高さみたいな動かしやすさが本当に優れているなっていう感じがしますね。最近は本当にずっと Windows PC だけを使ってきたので、久しぶりにね、MacBook M3 になってどんなもんなのかなと思って触ったんですけど、その辺とかがやっぱりびっくりしました。しかもね書き出しも 4K の動画で結構テロップとかがっつり入れても本当に15分の動画が5分ぐらいで書き出せたので、
の普通の無印チップを使ってた自分からすると、この性能のパワーの出方はすごいっていう感じで、すごいね、ちょっとその辺もね驚きましたね。やっぱりまだ手元に届いて本当に数週間なんですけど、実際に動画編集をしてみた感じとか、その辺のね機動性の高さ、そしてバッテリーというか電源を取り外してもガツガツ使えるっていう、その辺のねなんかパフォーマンスの感じがすごい魅力的ですね。これはもうというわけでベストバイに入っております。詳しくはね後日動画にするのでぜひ見てください。はい、というわけで今回は2023年ベストバイガジェット編をお送りしました。いや、今年はねそんなにガジェット買ってない気がしたんですけど、改めてこうやって見ると、うわ結構ガジェット買ってんなっていう気がしますね。というわけで、後半というか別の動画で暮らしの道具編的なのもお送りする予定なので、そちらでね、電動シェーバーとかこういうねアーロンチェアみたいなのも紹介していこうかなと思います。というわけで今回の動画気に入っていただけた方、ぜひチャンネル登録お願いします。ぜひ皆さんのベストバイガジェットも教えてください。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。